こんにちは。パソコン専門チャンネルのザ・比較です。今日は2026年の PC 市場を揺るがす注目の最新ノートパソコンをご紹介します。ついに登場したインテルの新世代 CPU パンサーレイクこと Core Ultra シリーズ3、これを搭載した MSI のノート PC プレステージ16 AI プラス C3M の実機レビューをお届けします。内蔵 GPU だけでRTX4050 ラップトップに匹敵する、そんな情報が公式から発表されていますが、果たして本当なのでしょうか。外観から中身の性能まで徹底的にチェックしていきましょう。まずはこのプレステージ16 AI プラス C3M の全体像から見ていきます。最大の特徴は何といっても心臓部にインテルの最新プロセッサー Core Ultra シリーズ3を採用している点です。特に今回はモデル名に X を冠する Core Ultra X7 358H を搭載しています。このモデルのコンセプトを一言で言えば、大画面で高性能なのに持ち運びしやすいノート PC です。こんなに薄いボディでありながら高めの CPU 性能とこれまでの常識を覆すほどの高い GPU 性能、そして省電力性能を兼ね備えています。ビジネスマンはもちろん、動画編集を行うクリエイターにとっても持ち運びできるメインマシンとして非常に有力な選択肢になりそうです。それでは外観をチェックしていきましょう。手に持ってみて最初に感じるのはその薄さと軽さです。この PC16 インチの大型ディスプレイを搭載していながら、質量はなんと約 1.59kg しかありません。通常16インチクラスで高性能な PC となると 2kg 近くになることが多いですが、この軽さは驚異的です。筐体は非常に薄く設計されており、16型の大画面を搭載しているとは思えないほどスタイリッシュです。カフェやオフィスで開いても様になるデザインです。さて、ここからが本題、中身の性能。まずは CPU について深掘りします。搭載されているのは開発コードネームパンサーレイクと呼ばれるインテル Core Ultra シリーズ3の Core Ultra X7 358H です。CPU の性能の指標となるシネベンチ2024のマルチコアのスコアはご覧の通りです。Core Ultra X7 358H のマルチコアのスコアは前世代のルナーレイクの Core Ultra 7 258V よりは約 60% も高いスコアでした。性能の高いアローレイクの Core Ultra 7 255H と比較するとほぼ同じスコアですが、それでも十分高い性能です。ちなみに性能重視の Ryzen AI Max Plus 392と比べると性能はだいぶ落ちます。ただし電源効率については Core Ultra X7 358H の方が上です。そもそもこの2つの CPU はターゲットが異なり、Ryzen AI Max Plus 392はクリエイター PC やゲーミング PC 寄りで、Core Ultra X7 358H は一般向け PC 寄りの CPU なので、性能に開きがあるのは仕方がありません。そして今回の最大の目玉がここ、GPU 性能です。本製品に搭載されている Core Ultra X7 358H には X という文字が入っています。これはインテルの新しい命名規則で、内蔵グラフィックス性能が高いモデルであることを示しています。具体的には ARC-B390 という GPU が内蔵されており、公式の発表によると最大グラフィックスパワーが 60W クラスの GeForce RTX4050 ラップトップとほぼ同等というデータが出ています。インテルの内蔵 GPU の性能は年々高くなっていますが、ついに多くのゲームができる性能まで上がったという感じがします。では 3D マークタイムスパイのグラフィックススコアを見てみましょう。 Core Ultra X7 358H は前世代の Core Ultra 7 255H やCore Ultra 7 258V をはるかに上回るスコアが出ています。 GeForce シリーズの独立 GPU と比べると最大グラフィックスパワーが 50W の GeForce RTX4050 ラップトップと同等の性能が出ていました。続いてはゲームのベンチマークスコアを見てみます。まずはサイバーパンク2077から、解像度を 1920×1200、ウルトラ品質、フレーム生成オフで計測した平均フレームレートがこちらです。なおレビューしている PC の画面比が16対10なので、ここでは 1920×1200 の解像度にしています。3D マークのスコアと同様に Core Ultra X7 358H は
Core Ultra 7 255H や Core Ultra 7 258V よりかなり高い平均フレームレートが出ています。また GeForce RTX 4050ラップトップ 50W に近いフレームレートが出ていました。フレーム生成オフだと 51fps でしたが、フレーム生成をオンにすれば 86fps まで上がったので、ウルトラ設定でも十分ゲームができるでしょう。次は 1920×1080 の解像度、高品質で計測したファイナルファンタジー15の平均フレームレートです。このゲームのベンチマークソフトは 1920×1200 にできないので、1920×1080 で実行しています。こちらも Core Ultra X7 358H は Core Ultra 7 255H や Core Ultra 7 258V よりかなり高い数値が出ています。ただ GeForce RTX 4050ラップトップ 50W と比較するとフレームレートは若干落ちるかなと思います。なお高品質だと 60fps を下回っていますが、軽量品質にすれば 92fps と高いフレームレートが出ます。続いてファイナルファンタジー14の平均フレームレートです。 1920×1200 の解像度、最高品質で計測した結果がこちらです。こちらは GeForce RTX 4050ラップトップ 50W と比べるとやや落ちるスコアです。いくつかゲームを試しましたが、Core Ultra X7 358H は GeForce RTX 4050ラップトップ 50W と比較すると若干フレームレートは落ちるかなという印象でした。ただ個体差もあるので、機種によってはもう少し高いフレームレートが出るかもしれません。続いてフォートナイトをプレイしてみます。こちらは 1920×1200 の解像度、パフォーマンスモードで計測してみましたが、200fps 前後の平均フレームレートが出ていました。1%フレームレートも 90fps 前後は出ており、カジュアルゲーマーであれば十分なフレームレートです。なおアークナイツエンドフィールドなどの他のゲームについてのフレームレートは別動画で公開する予定なのでお楽しみに。Core Ultra X7 358H はこれほど高い CPU 性能、GPU 性能なのに省電力である点も魅力です。こちらは FF15 のゲームのベンチマークを実行している時の平均フレームレートと平均 CPU パッケージ電力を計測し、1fps あたりの CPU パッケージ電力を求めた結果です。ご覧のように Core Ultra X7 358H は 1fps 出すのに最も消費電力が低くなっており、非常に省電力でした。またバッテリー駆動時間も長いです。まずバッテリー容量が 81Wh となっており、かなり大容量なものを積んでいます。さらに電力効率が上がった Core Ultra シリーズ3を搭載することで、当サイトの計測では7時間24分のバッテリー駆動時間でした。JETA 3.0 などよりやや高めの負荷をかけているので、現実に即したバッテリー駆動時間になっているはずです。16型と大画面で画面解像度も高いのでバッテリー駆動時間には不利なはずですが、他のノートと比較しても長めのバッテリー駆動時間です。これだけバッテリーが持てば多くのシーンでは十分でしょう。続いてキーボード周りについてです。ボディサイズは大きいですが、他の PC とキーボードを共通化している影響でコンパクトにまとめられています。そのため半角、全角キーなど一部のキーが小さいです。打鍵感はしっかりしており、たわみも少ないですが、もう少しキートップが湾曲しているといいかなと感じました。総じて普通の打ち心地です。ディスプレイは16型と大きく、解像度も 2880×1800 と非常に高く、有機 EL を採用することで引き締まった黒と鮮やかな色を表現できています。さらにリフレッシュレートは 120Hz に対応しています。一般的な 60Hz の画面と比べてスクロールが非常に滑らかですし、ゲームもしやすいです。ただし表面が光沢なので周囲のものが映り込みやすいです。ここは好みが分かれる部分です。また有機 EL ということで画面がちらつくフリッカーがあります。人によっては目が疲れやすいです。実際に PC を使ってみて気になった点は表面温度です。負荷が低い時は気になりませんが、ゲームのような負荷が高めの作業をするとキーボードやパームレストが熱く感じてきます。特にワスドキーあたりが熱くなるのでゲームをしていると気になります。ボディが薄型なのでこれは設計上ある程度やむを得ない部分でしょう。それではまとめです。MSI
プレステージ16 AI プラス C3M はインテルの次世代 CPU パンサーレイクの進化を体験できる素晴らしいノート PC です。この PC をおすすめしたいのはこんな方です。動画編集や画像編集をどこでも快適に行いたいクリエイター。大画面で作業効率を上げたいけれど重い PC は持ち歩きたくないビジネスマン。独立 GPU なしである程度のゲームも楽しみたい方。 1.59kg の軽さ、16インチ有機 EL の美しさ、そしてコアウルトラ X シリーズによる驚異のパフォーマンスと省電力性能、これらが一つの薄型ボディに凝縮されています。この製品をもっと知りたい方は詳細なレビュー記事も用意していますので概要欄のリンク先をご覧ください。また何かご質問があればお気軽にコメント欄にご記入ください。最後に当チャンネルでは他にもパソコンレビュー動画やおすすめ PC を紹介する動画をアップしていますのでぜひチャンネル登録をお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。